はい、今日は、このグラスホッパー2、これをちょっとまたいじっていこうと思います。で、これ見た目グラスホッパー2ですけど、中身はシャーシュアホーネットです。ちょっとかなり紛らわしいんですけど、今までいじってきたやつなので、そのままです。で、何度か僕の動画にも出てきてるんですけど、スピーコン仕様の昔ながらの、旧車をイメージして作ったものになります。で、今回ちょっとやりたいのが、もう定番の改造なんですけど、今更ではあるんですけど、ここの部分、ね、ここの部分をステアリングワイパーに変えようと思います。もうこの辺のダブルウィッシュボーンとか、バンプインの改善なんかはもう済んでるので、あとはここだけちょっとやっていこうと思います。で、まず今日使っていこうと思うパーツは、はい、M05 の、ステアリングワイパーの部品になります。この部分を、全てじゃないんですけど一部使って、で、あとこれですね、ステアリングワイパーの軸になるのステアリングポストと、あとエンドボール、ピロボールが何個か、2個かな。で、あとはステアリングの長さが変わってくるので、ちょっとどれくらいになるかわかんないんですけど、こういったターンバックルも、何パターンか用意しておきます。はい、こういった感じのボールエンドも、用意しておきます。で、次にステアリングワイパーをこんな感じで取り付けるんですけど、ここのネジに2.6 ミリの20のネジを用意してます。で、通常のこの3ミリのネジだと、ここの径がね、おそらくこれがネジだけだったら通るんですけど、フランジーパイプを通すとこれがサイズが合わないので、フランジーパイプも左が 3×4 ぐらいのフランジパイプで、こっちが 4×6 のフランジパイプです。で、この 3×4 のちっちゃい方がここのステアリングワイパーの可動部にぴったりなので、これを使うためにネジの方もちょっと一回りちっちゃい 2.6 を使っていきます。で、この 2.6 のネジがない場合は、この 4×6 の最もポピュラーな方を使うことになるんですけど、その際はちょっとここの穴を広げる必要があるんで、今回は手元にちっちゃいフランジパイプがあったんで、それをそのまま使っていこうと思います。で、あとはここの可動部にはめるベアリングなんですけど、ベアリングが850のベアリングかな。ちょっと手元にこれも1個しかなかったんで、他にメタルベアリングがあったんで、これも使っていこうと思います。なんせ手元にあるものを使いながらやっていこうという趣旨でするので、このままいきます。で、まずじゃあこれをちょっとステアリングワイパーとして使えるように組みますね。もうちょっとランナーから外してるので、このステアリングワイパーのパーツも今のところこの3つの部品しか使いません。この3つの部品を組みます。
ちにフランジパイプを入れて、こんな感じで、ネジでネジを通す。で、これをこうだね。で、ここにスペーサー代わりに 4×6 のフランジパイプを取り付けて、このままこんな感じで、ここにもちょっと緩み防止で、合ってる。こんな感じね。こことここを押さえて、でこれを取り付けるんですけど、まずその前にこれ外します。はい、外しました。で、ここなんですけど、さっきのこのステアリングワイパーがここに取り付ける、こうか。こんな感じで取り付けようと思うんですけど、ここの開口部の位置がどうしても干渉する部分なんで、まあちょっと強度に不安は残るんですけど、ここはもうカットして穴を広げます。まあルーター、こういったルーターがあればルーターで切ってもらったりしたらいいんですけど、とりあえずルーターで僕はします。このルーター結構活躍の場が広いんでよく使います。もうここはね、カットするより溶かすぐらいの勢いで、ここと反対と同じように穴を広げます。はい、こんな感じで見るかな、分かりにくいか。左右同じような感じですかね。で、ここにさっきのステアリングワイパー取り付けます。はい、じゃあこのステアリングワイパーを取り付けますね。で、取り付ける位置はもうこのもともとあった穴をもう利用します。はい、ステアリングポストを取り付けたらこんな感じで、ここにステアリングワイパーを先ほどのものを取り付けるんですけど、まあその前にこうか、ここにピロボールを取り付けます。で、最後にここを止めて、はい、一応これでステアリングワイパー完成はしたんですけど、動きもスムーズではあるんですが、切れ角が圧倒的に足らないので、ちょっと切れ角アップさせるために内側にちょっと寄せます。はい、じゃあこんな感じで一応完成です。
ステアリングワイパーの部分はこんな感じ。だいぶスムーズに動くので、ここに、あとここにサーボだね。サーボ。こんな感じになるんだろうけど、いけるかな。はい、それではホーネット、グラスホッパーのボディのホーネット、これで完成です。ステアリングワイパーの方も無事取り付きましたし、抵抗も後ろにしてちょっとスペースを確保しました。で、これでちょっと動作確認をしてみます。ただ、ちょっとね、これ不思議と、外しとこう一回。家の中だと、家の中ね、なんか電波が干渉するんで、スイッチないんで、いきなり、こんな感じですね。先にじゃあちょっとステアリングワイパーの方が、こんな感じね。ちゃんと動きます。で、こっちはこの間もテストしたんで動くんですけど、スピコンの方も見えるかな。一応ちょっとこれボディはめてみますね。はい、ちゃんとこれでここに抵抗も出てきてるし、アクセルもバックもこっちも OK で、ステアリングワイパーも一応無事動きます。若干こう窓のところに干渉してますけど、さほど問題はなさそうなので、このままにします。はい、一応これでホーネットのシャーシのグラスホッパー2のボディで完成しました。完成は完成なんですけど、今後のためにちょっとまとめとして、計測だけ簡単に取っておきます。またもしかしたらまた作るかもしれないんで、まずここが15ミリ。15ミリ。で、これのホーネットのシャーシの角の部分までの計測で72ミリですね。15ミリ、72ミリという形で数値を残しておきます。で、せっかくなんで、ここの樹脂パーツと別に今回このアルミのパーツもちょっと作ってみました。形状ほぼ同じなので、特に問題はないとは思われるんですけど、これを取り付けてみます。で、このネジも、樹脂パーツの時に使ったものと基本同じになります。で、このアルミパーツの実数ですけど、ネジ部がこれが38ミリ。38ミリで、干渉しそうなところだけね、ちょっと測っときます。これが6センチ、60ミリ。で、あと、これか。ここはグラスホッパーのこのフラットの部分から、あまり下に下げるとサスアーム、ローアームに干渉するんで、22ミリ。ここの高さの部分22ミリで取ってます。ピローボールの一番先端までですね。先端までが22ミリ。ただ、あと2、3ミリぐらいは余裕があるんで、22から25ぐらいがベストかな。
と思います。また次回作るときには自分で見直そうと思います。で、せっかくなんでちょっとこれも取り付けてみます。はい。ではこれでアルミステアリングワイパーバージョンは完成です。動きの方もこんな感じですし、はい、問題なく動いてます。で、もう動画に関しては今日はもう以上となります。結果的には、これですね。ちょっと位置が悪いか。はい。樹脂のパーツでもステアリングワイパー作りましたし、アルミのパーツでもステアリングワイパーを、使うことができました。特に可動の部分も問題はなさそうなので、しばらくこのままでやっていこうと思います。で、また今後もこういった形でラジコンの動画や、いろんな改造、興味の持ったことはどんどん取り組んでいこうと思いますので、よければ、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。